こんにちは。昼は暑いけど夕方の風の匂いが秋になりつつありますね。我が子は無条件にスープが大好き。けど作るのが面倒な時やヘトヘトな時に朝3分でできる冷凍濃縮スープ特集。手作りで夏の疲れに効く秋のほっこりレシピを公開します。これを見ると健康的なスープを時短調理できること、また料理の調味料として活用することもできます。1日だけ頑張って、あとはゆっくりサボりましょう。ではいきますよ。夏の疲れを癒して温まるトマトと牛肉のスープはニンニクを刻んでいきます。ミニトマトじゃなくてもトマトでも代用ができます。後で潰すので半分に切ってください。牛肉はバラでも細切れでも構いません。少し小さめに切っておきます。鍋にバター 10g を入れたらニンニクを入れて炒め、牛肉を入れて火を通していきます。火は弱めの中火。今回は濃縮スープになるので、完成した後お湯や牛乳で炒めます。煮汁は少なく調味料を濃くするので煮込みすぎなくて大丈夫。塩コショウとお水を足します。お水は大さじ2杯。トマトピューレ大さじ2、ケチャップ大さじ2入れて、コンソメ大さじ1と塩を小さじ1、ウスターソース大さじ2弱、砂糖大さじ 1.5、醤油大さじ 1.5、これにトマトを加えてなじませて弱火で 5,6 分煮込んだら完成です。トマトは酸味が強いので潰してから煮込むのがポイントです。濃縮なので味見してもしょっぱいです。最近疲れてる人、夏の疲れにトマトはベータカロテンが含まれているので身体機能の調整にもとってもいい。あとは容器に詰めて粗熱を取ったら完成です。容器がない場合はラップに大さじ 2.5 杯ほど入れて丸めてください。蓋をして冷凍庫に保管します。余りを夕飯に早速添えます。スープは3倍希釈してお湯を足す。量が不安な方は味見しながら薄めてくださいね。混ぜたら完成。ちなみに2倍希釈でハンバーグソースにも使うことができます。2人で飲みながらふわっとほっこりしました。ラスクやパンとも相性が良く、とっても美味しかったです。料理にも使えるきのこと鶏ごぼうのスープはエリンギにベータグルカンが含まれているので免疫を高めて風邪の予防に、食物繊維もたっぷり入っているのでダイエットにも効果的です。これを濃縮スープにするのできのこもニンニクも細かくカットしていきます。ごぼうの香りって美味しいですよね。ささがきにしていきましょう。あとは鶏肉を細切れにしていけば準備完了です。鶏肉がないときは豚肉でも代用ができます。ごま油大さじ1、これにニンニクを加えて、香りが出たらお肉を投入します。鶏肉の色が変わってきたら野菜を入れます。いい匂いでお腹がとっても空いてきました。水を追加。今回も水は 70ml と少なめに投入。めんつゆは 100ml 入れます。めんつゆは開封後は日持ちしないので、そうめんなどで余っている時にこの濃縮ストックはおすすめです。みりん大さじ3、ごま油大さじ1強、お砂糖小さじ1、みりんを飛ばして煮詰めたら完成です。冷凍して固まったらラップに包んで保管する。スープだけじゃなくすごく使えるので、もう少し作ればよかったなんて後悔しながら包んでいます。ラップに包むことで冷凍焼けを防いで
味落ちしづらくなります。さっと包んでバッグに入れたら完成。1つ 60g だったので、そばつゆの時は140から160のお湯で希釈して、スープとしては3倍希釈で180から200が美味しいです。食べる直前に熱湯を注いでください。ちなみにこれは 200ml です。ささっと片付けして冷凍します。炊き込みご飯として30分浸積させたお米にお水を 180ml、 1合炊きだと1個分中に入れて中火で沸騰したらごく弱火で7分ほど、その後15分蒸らしていきます。今回はきのこと鮭を一緒に。この炊き込みご飯は出来上がりに混ぜたらめちゃくちゃ美味しかったです。炊飯器の場合はいつもの水の分量より2ミリ少なめに炊くと美味しく出来上がります。バターとポン酢を垂らして蓋を閉じたら秋の美味しい炊き込みご飯の出来上がりです。優しい香りでとっても美味しかったです。かぼちゃスープには玉ねぎで旨味をプラスします。少し小さくブロック状にカットしたらレンジ 500W で 5,6 分温めておきます。皮をカットして取り除いていきます。秋の野菜といえばかぼちゃ、ビタミン A が含まれているので風邪の予防にも抗酸化の作用で夏の疲れにもとってもいい。濃縮スープにしていつでも手軽に美味しく野菜が取れます。これも小さくカットしてレンチンしていきます。ちょっと硬いので気合で乗り切りましょう。500W でラップして6分レンチンします。バターで玉ねぎをさらに柔らかく香り付け。時短したいので強めの中火で炒めていく。焦げないように水分がなくなったら 30ml 弱のお水を入れる。これを 2,3 回繰り返すことで早く旨味が出てきます。目安は玉ねぎの色はきつね色で半透明に透き通るぐらいです。これぐらいになったらかぼちゃを投入します。かぼちゃもレンチンしているので余熱ですぐにマッシュができます。ある程度マッシュができたら今度は半分使ってサラダも一緒に作ります。フライパンに移して後で調理していきます。火を一旦止めたら小麦粉を大さじ1強入れて余熱で溶かして 100ml の牛乳を3回に分けて混ぜます。コンソメは大さじ3。小分けにすることでミキサーなしでもトロンとしたスープに仕上がるのでヘラで混ぜましょう。あれ、玉ねぎどこ行ったってぐらいトロトロになります。約大さじ2杯分ほどを容器に詰めて粗熱を取ります。飲むときは牛乳を150から 200ml 注いでレンジで3分から4分チンして混ぜるだけ。濃厚で美味しいスープが味わえます。さっき取り分けたかぼちゃのレシピ。優しいかぼちゃの甘さがあるのでベーコンで塩分を足していきます。火力でベーコンを炒めて焼き色がついたらかぼちゃとマッシュするだけ。味付けはかぼちゃの旨味とベーコンから出た塩分だけです。このままでもサラダに足しても美味しいです。粗熱を取って冷蔵庫保管で 3,4 日日持ちします。喜んでたくさん食べてくれました。さて、濃縮スープなので調味料がいつもより多いと感じている方、ここからは材料ともにめっちゃ簡単。コーンクリーム1箱に牛乳とコンソメ大さじ3を足して弱火で煮込むだけです。でも朝から煮込むのはやりたくない方、つまり私、市販のスープの粉より濃厚で美味しいので子供が喜びます。パンに添えてもいいし、食欲のない朝にほっこりできる定番。コーンスープは何かと便利です。5分ほど煮込んだら容器に入れて粗熱を取って冷凍庫へ。作るときは150から200のお湯を注いで混ぜたら完成です。牛乳を入れてレンチンでも美味しいです。牛肉とトマトスープのメイン料理が簡単だったのでご紹介。お肉 350g にお酒大さじ2、醤油大さじ 2.5、
ニンニクチューブ大さじ1強入れたら揉み込む。軽くで大丈夫です。火は中火でさっと炒めて、お肉は気持ち薄ピンクが残るぐらいまでです。一旦火を止めて真ん中を開けてお米 2.5 杯分注いだら、コーン缶好きなだけ入れてバターを置いたら火をつけて、焼肉のタレをお肉に 2,3 回しほど入れて、我が家はバジルをかけます。湯気が出てきたら美味しいのの出来上がりです。気に入ってくれたのか、翌日にまたリクエストされました。ここでプレゼント企画のお知らせです。と言いましても、数回使用しているお気に入りの食器なんですが、増やしすぎて食器棚に収納できなくなったため、好きな方に使ってもらいたく嫁ぎ先を募集します。右はシンプル A セット、淡い水色オーバル。この豆鉢は美濃焼きで、ワンプレートの上に乗せてもお盆に乗せても多用できる豆鉢です。こちら2つと、これはフランフランで購入した小鉢、サラダや煮物に使えます。色合いが飴色やからし色、ベージュ系の3色で多角形のデザインですっきりとしていて、これからの季節に似合うカラーです。並べるとこんな感じです。一見レザーのように見える快楽皿、美濃焼きの小皿です。黒と白の3枚あり、白にも模様がありつつシンプルな小皿です。シンプルなのに高級感のある美濃焼きの25センチフラット皿、石目調でお寿司やとんかつなど和食に合いやすいお皿です。色は大理石、ホワイトと黒の3タイプあって、どんなお皿にも合いやすく、フラットなどで小鉢を乗せられます。このお皿3点と快楽皿3色の小鉢にオーバル豆鉢の合計11点をシンプル A セット1名様に。続きまして個性的 B セット、美濃焼きの色合いのトルコブルーカラーで食卓を華やかにしつつ渋みがあるので和食に似合います。これは美濃焼きのマンガンと銅の上薬の雫型の小鉢、これ一つ食卓にあると高級感が出て和食が一気に映えます。ゴールドカラーがとっても綺麗です。ノスタルジックで万華鏡のような綺麗なガラス模様のとりわけ小皿、ターコイズ2点とブラウンの1色、おしゃれで華やか、何気に裏面の味のあるテイストも好きです。こちらも湯飲み同様に鮮やかなトルコブルーの中皿、一品のおかずを乗せたい時や取り分け皿としても使いやすい。大きさは手のひらが収まるサイズ感です。おもてなしの来客用やシェア料理に少し大きめの花模様で、やや艶のあるブラックに金の縁がところどころについているので、一皿で高級感が演出できます。花のお皿、トルコブルーのお皿2点にザフラ3点、小鉢2点、トルコブルーの湯飲みの計11点が個性的 B セットです。応募方法はコメントに A か B のどちら欲しいか記入してください。候補が多かった場合抽選させてもらいます。どなたかに嫁いでもらえますようにご応募お待ちしております。本日は濃縮スープと簡単レシピ7品ご紹介しました。作ると手軽に栄養が取れて料理が時短できて楽になります。サボってゆるーく料理、少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです。本日使った食器とキッチン雑貨でエンディングです。また来週も皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。